皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日点検する銘柄は神戸を地盤にマンション開発を手掛ける和田興産です。現来の株価は1457円と年初来安値水準にあります。配当利回りは 4.12% を超え PBR も 0.46 倍とかなり割安水準に放置されています。安くなった今こそ買い時なのか、それとも手を出してはいけない訳があるのか、今回は有価証券報告書も読み込みながら現場目線でしっかり点検していきます。本日も最後までご安全に。まずは初動点検のんびり点検シートです。のんびり点検シートで会社の健康状態をサクッと確認します。配当利回りは時期予想で 4.12%、3.0% 以上なので合格です。稼ぐ力を示す ROE は 7.8%、目標の 10.0% には届かず不合格です。倒産しにくさを示す自己資本比率は 30.7%、50.0% 未満なので不合格です。配当成功は 30.1%、無理して配当を出していないかの目安である 50.0% 以下なので合格です。補足として本業のキャッシュフローである営業キャッシュフローがマイナス90億円となっていますが、これは不動産業特有の将来の物件を仕入れるためにお金を使っている証拠ですので、すぐに危険というわけではありません。次に事業内容の点検、稼ぎの柱についてです。この会社がどうやって稼いでいるのか、セグメントの構成比を見ていきます。売上421億円のうち稼ぎの柱は分譲マンション販売でなんと全体の 81.1%、 341億円を占めています。次いで不動産賃貸収入が 7.8%、 32億円、その他不動産販売が 6.4%、 26億円、戸建て住宅販売が 4.2%、 17億円と続きます。和田興産の強みは神戸、明石、阪神エリアに特化した和光レブランドです。地元に密着して土地を仕入れ、地域の人に愛される物件を建てることで確固たる地位を築いています。ここからは業績の軌跡点検、過去5年の推移を見ていきます。2022年からの推移を見ると、売上高は380億円から420億円付近で安定して推移しています。営業利益についても2022年の38億円から徐々に成長し、2025年には52億円とピークを迎えました。直近の2026年2月期は売上高421億円と増収したものの、営業利益は49億円とやや減益になっています。これには現場ならではの理由があります。近年建築資材や人件費などの建築コストが高止まりしているんです。それでも売上を伸ばし利益をこれだけしっかり残せているのは、物件の販売価格にうまく転嫁できている証拠であり、現場の営業力が非常に強いと言えます。次は財務の深掘り点検 BS についてです。ここは3つのポイントに絞ってお話しします。まずは会社の体力である貯金箱、現金。現在手元に126億円の現金があります。次に借金、有利子負債。こちらは654億円です。不動産会社は銀行からお金を借りて土地を買い、建物を建てて売るのが仕事なので、どうしても借金は大きくなります。最後に倒産しにくさの指標である自己資本比率。返さなくていいお金の割合は 30.7% です。不動産業界では 30% を超えていればまずは及第点と言われますので、財務バランスはしっかりコントロールできていると評価できます。続いて還元姿勢の点検。私たちが一番気になる配当金への姿勢です。過去5年間の配当金を見ると、40円、50円、60円、70円、そして直近の2026年2月期は72円と右肩上がりできれいに増配を続けてきました。利益の中からどれくらい配当に回しているかを示す配当成功も 30.1% なので、会社としては全く無理をしていません。しかしここからが重要です。次回の2027年2月期については、会社から1株当たり60円という減配予想が出されました。これまで長らく累進配当、つまり減配しないことを続けてきただけに、この発表が株価を下落させる要因になっています。次に直近決算と将来目標についてです。なぜ減配予想が出たのでしょうか。最新の有価証券報告書や決算資料を読み解くと、現場のリアルな警戒感が見えてきます。
住宅ローン金利は上昇傾向にありますが、政府による住宅取得支援策の継続もあり、家を買いたいという実需層からの需要は底堅さを保っています。一方で建築コストの高止まりや政策金利の引き上げによる影響を会社は引き続き強い懸念材料として見ています。そのため2027年2月期は売上こそ460億円と増収を見込むものの、営業利益は43億円へと保守的な減益予想を立てているんです。ただポジティブな材料もあります。次期に完成する物件のうちすでに7割ほどの販売契約が完了しています。また賃貸事業でも最適な物件の取得を進め、安定収益を確保しており、過度な心配は不要だと現場は見ています。続いてチャートと需給点検です。現在の株価は1457円。この減配見通しを嫌気して売られ、株価は年初来安値圏で推移しています。しかし PBR 会社の解散価値は 0.46 倍と、持っている資産に対して株価が半値以下の大バーゲン状態です。信用倍率は178倍と、将来株価が上がることを期待して借金して買っている人、信用改ざんが少し溜まっているため、上値は重くなりやすい点には注意が必要です。それでは本日の結論です。和田興産は神戸エリアで圧倒的なブランド力を持ち、財務も安定している優良企業です。今回の減配発表やコスト高への懸念から株価は大きく調整しましたが、すでに次期利益確保のめどは立っており、配当利回りも依然として 4.12% あります。理想の指値としては、下落のパニックが落ち着く1350円から1380円付近に網を張っておき、中長期で配当をもらいながら保有するのが面白い戦略だと考えます。ぜひコメント欄で皆さんの意見や現場の声を教えてくださいね。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。